はい、じゃあね、今日はね新しく、去年から欲しかったんですけど、私去年薪ストーブデビューしたばっかりで、スームルームのデコ初期型ですね、通常のやつ安い方のやつを買ったばっかりで、すごい薪ストーブが気に入ってしまってね、暖炉型も欲しいなと思って、ポモリ欲しいなとか思ってたんですけど、どうもあちらは買えず、とにかく1年待とうということで今年ですね、暖炉型薪ストーブビスタ V ですね、ちょっとこちら手に入れました。今日これをね初火入れして楽しんでいきたいと思います。はい、で去年購入したこちらですね、デコとちょっとね、煙突もなんか流用できないかなとかちょっといろいろ思いながら両方持ってきて、ちょっとね比べながらというかサイズ感とかね、窓ガラスの大きさとかそんなのも見ていきたいと思います。一回出して扉の開け閉めを確認しただけです。おっと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 。まあこんな感じで日本語もありますね。一応取扱説明書みたいについてます。それとこうか。なかなかねしっかりしたなんだなケースですかね。前のやつはデコとか書いてないんですけど、今回はねちゃんとね。スームルームだけ入ってますかね、これ。はい。で、全部中に入ってます、1個。はい、丸々。はい、こんな感じですね、取っ手が。で、じゃあ、まず1回中身出しちゃいましょうかね。こういう感じで開きます。はい。で、これ結構入れるの大変だったりします。ちょっとコツがいりました。1回全部出したんですけど、ダンパーの煙突、として1本2本3本4本5本6本7本あります。7本でスパーカーでした。で煙突の長さが、まず煙突だけでいうと全長が28センチ、はい、ただここまできっと入るので実際の長さ的には24センチ弱ですかねが伸びていきますよという感じです。はい。でこれを立てていきましょうか一応。はい、ではまずねサイズちょっとねデコさんのサイトでサイズを見た時に横幅 33.5 って書いてあったんですけど、なんとね30センチしかないんですよ。これねスームルームさんほんとこれ結構大きな差なのでお願いしますよっていう感じです。はい。で、まず奥行きね。
奥行きが22センチで、高さよいしょ、高さが37センチですね。30センチの22センチで37センチの高さで、一番ね暖炉型っていうとこなので、このガラス面の大きさがね、ここでよいしょ、24センチ、内側のねガラス面だけ24センチと、こちらね、こちらが14センチですかね、14センチ弱って感じですけどっていうところ。はい。でまずこのね、サイズ感的なもので、こことちょっと気になってるのが、よくね歪んでドアが閉めにくいとか閉まらなくなっちゃうとか、このねちょっと遊びがあるんですよ。わかりますかね。この遊びがいい具合なのかどうかっていうのが一番気になってます。はい、こういう感じ。開け方としてはこれね、これでこう閉まる感じなんですよ。でこれがこの分かりますかね、この3ミリぐらい4ミリぐらいのガタがいい具合なのか、これでも足りないのかどうかっていうのもちょっと見ていきたい。であとしばらく開けたまんま使っているとなんか閉まらなくなるとか、そんなのが初期型というか、去年なんかねいろいろお話をしてました YouTube で。なんで、それがどうなっているのかというのもちょっと興味津々でいます。はい。さあこちらね、ビスタ V。はい。じゃあだいたいこれそのままもうスポスポ入れる感じです。結構ねここはねガタがそんなになくしっかりしてますよ。ただ単にこうつないでいけるタイプ。デコみたいに窓漁師かにはならない。割と深円で楕円にはなってないんで綺麗にできてますよ。はい、じゃあこれで煙突の長さですね。測れるかな。ちょっと大体になりますけど、よいしょ。煙突の長さがこの天井で183弱ですね。はい。じゃあデコよいしょ。うわ錆びてるね。よいしょ。こんな感じで、横幅ビスタ V が横幅30センチだったんですけど、ここだと35センチですね。高さ、窓の高さは、5.7 ミリぐらいですかね。で窓の広さ、横ですね、これが26センチ。はい。全体の高さね、ご自身は16センチぐらいです。縦長、暖炉なんで当たり前ですが縦長って感じですね。はい。見てください。ちょっと掃除しなきゃダメですね。超汚いです。ごめんなさい。はい。はい、これがデコの煙突です。これダンパー付きが1番ね。1番、2番、3番、4番、5番、6番。基本これだけです。で、私の場合はスパークアレスタを買って延長を買って使ってます。なので、6本7本8本かっていう感じ。スパークアレスタ入れて9本ですね。次足してます。はい、すみません。今ねちょっと移動するのに抜いて、煙突長さ185センチです。この傘の上から下まで185。はい。一応スパークアレスタどれに変えるかなんですけど、今一応念のためにデコで通常にアマゾンさんで売ってるちょっと安めなスパークアレスタつけた時にはてっぺんこで160センチって感じ。25センチの差がありますよっていうぐらいかな。
はい。ではね、ちょっとセッティングしていきましょうかね。はい。とりあえずどういう風な向きでやるかは別として、はい。一応デコの使えるのが煙突の、まあデコ持ってる人が買えばっていう言い方ですけど、4番、デコの2番3番4番は使えます、ビスタ V に。はい、でこれがまあダンパーなんで一番下、はい、ちょっとこんな感じでいきますかね。はい、ちょっと何本足すかなのでちょっとセッティングしていきます。とりあえず1本足したぐらいでどうかなと思ってます。これで、ちょうど煙突の穴の開いてる位置の天井から110センチ出てます。はい、こんな感じですね。これで110センチ、いつもだと110センチぐらいではやってます。もう1本ちょっと足してみますかね。これでね136、今日136でいってみようかな。なんとなく見た目がしっくりきます、私にとって。でね、上に136、煙突穴の天井から136センチ出してます。スパークアレスタの傘のところの部分でね、はい、なんとなくイメージ的にこれ本当はね、なんかドラフトのかかり方で長さを調整するとかなんかいろいろあるらしいんですけど、ちょっと僕は今のところその辺がよく理解できてないので、ちょっと136、要はデコの2番3番の2本足した状態で使ってます。はい。久しぶりにいただきます。乾杯。うまいっす。冷たい。やっと過ごしやすくなりましたね。
あー硬いね。すごい硬くなっちゃったね。ああもう動かない。ああ閉まんなくなっちゃうね。ああそうか。なかなか厳しいねこれは。ここがねもうね硬くて閉まんないですよ。こう来てこう締めたいんですけども、これ自体がもうあんま動かないです。もうちょっとここに遊びがなきゃダメなんだね。なかなか厳しいですね。このドアは遊びがあっていいんですけど、このフック、これがねまず動かない。なかなか難しいね。で火を見ながら寝たんで、まあ6、7時間はつけて、朝ももう今日も1、2時間つけてますけど、まあここ一応ね閉めにくくは、昨日はね結構閉まんなかった。で今日もここまあ閉めにくいんですけど閉まらなくはない。ここのねこれが硬くなっちゃったぐらいかな。これが冷めてもちょっとね歪んだんでしょうね。ちょっと冷めてもねここは硬かったです。なのでまあ閉まるは閉まるので、まあまあこんなもんでしょうって感じですかね。特に後でまあ冷めたらちょっといろいろチェックはしますけど、そうですね、全体としてはしっかりよくできてます。はい、買ってよかったなという感じですね。はい。はい、ちょっとね片付け終わりました。これはやっぱり冷めるとでもちょっとやっぱ硬くなったかな。はい。特に歪んだ感じはないですね。はい。さあここは問題かな。はい、こんなところです。はい、ぜひ私的にはこれは、おすすめですね。すごい楽しかった。やっぱり大きければ大きいほど、暖かい感じもするし、炎が見れて、なんでしょう、暖を取るだけではなく、焚き火というか、なんていうのかな、焚き火の方がね、炎がもっと綺麗に見えるのかもしれないですけど、私的にはすごく大満足ですね。はい、これから寒い時期、厳冬期楽しみになります。